はい、こんにちは。柴崎です。お元気ですか？柴崎もね、今日も元気に絵を描いています。今回のテーマはね、こちらです。はい。ペンテルクレヨンですね。今日はこのクレヨンを使って、皆さんがね、大好きな真っ赤なあれを描いてみたいと思います。もしね、お手元にクレヨンがありましたら、一緒にやってみましょう。はい。ではね、書き終わったらまたお会いしたいと思います。はい。それではね、やってみましょう。はい、赤ですね。はい、いつもの図工クレヨンです。色も全部揃ってますよ。それではこれね、今日はリンゴを描いてみたいと思います。ですから、まず赤で形を取りましょうね。はい、ぐるっとこんな感じです。形は歪んでもいいですよ。はい。もうね、リンゴといったっていろいろあるんですから。光は右斜め上からですね。今日このリンゴね、クレヨンで描くのは、リクエストがね、寄せられたから、描いてみたいと思ったんですけども、でもそれと同時に、やっぱり柴崎がこれをね、もう一度描く、その理由として、これをね、ちょっとクレヨンが汚れてますね。前回描いたままでした。ねえ。こういう時は、ちょっときれいに拭き取って使いましょうね。はい。やっぱり、何を描くにしても、絵はですね、絵だけに限らず何事もそうだと思いますけども、この基礎ですね、基本というものが大切なわけです。特に絵の場合には、まずはね、今日描くこのリンゴのように形がシンプルで色のはっきりとしたものを描くお勉強から始めるとね、とても効果が出るんですね。はい。では、今度は赤ですね。ここでしっかりと。今、橙色を塗って、その上にまた赤ですよ。もう、そうですね。絵の基礎は大事なのは、形が描ける。そしてその固有色がしっかりと塗ることができるということですね。今日のリンゴ、ここに光当たります。今日のリンゴのね、形は優しかったですね。では、このクレヨンで赤の色がしっかり塗れるかということが一つの大切な、目標です。今赤ですからね、塗ってるわけですけども、オレンジ色と赤を重ねて塗ってます。それは今度はね、それを立体的にすることに取り掛かりましょう。立体的にするというのはどういうことかっていうと、日陰を描くということですね。ここです。ですからそのためには矢印で示したように光の方向をはっきりと頭の中に認識しておくということが必要なわけです。そうするとほらねえ、少し休憩ね、要するに、立体的に見えてきたでしょ。今回固有色で赤いリンゴなんですけども、もうちょっと本物っぽくね見せたいなと思うので、グリーンもね、例えばこのヘタの部分とかね、それからリンゴのこの下の方とかですね、そういうところに加えてみようと思います。ですがこれはあくまでも、リンゴの雰囲気を強めるためであって、今回やりたいことの本質ではありません。今日柴崎が目指すのは、リンゴの存在感がはっきりして、しかもそれが立体的に見えるということですね。はい。
ペールオレンジをこのね、光が強く当たっているあたりに少し加えましょう。ね、明るい色ですね。で、とにかく繰り返すようですけども、今日のリンゴは真っ赤ですね。だから赤色は皆さんどなたでも塗れると思いますね。では日向と日陰はどう考えるか。もちろん日向に比べて日陰は暗いということは、これはもう体験上どなたも分かることだし、もしここで塗ってみたらいかがですかというと、暗い色を日陰に塗ると思います。こちらはちょっと暗いんですね。でも実はね、マロンちゃんがね、いつもこうやって柴崎絵描いてるとね、そばにねお手伝いに来るんですね。何やってんにゃーってね、もう放っておかれるのがね大嫌いだからね、いつも参加したいんですね。はい。ではこちらに、ここにねちょっと紫を加えて、その紫ね、こっちに塗ります。これが今話していることの実はヒントなんですね。日陰の方はただ暗いんじゃないんですね。日陰に行くと、マロンちゃんダメだよ。後で遊ぼうね。後で遊びましょう。日陰の方は日向に比べてね、やっぱり温度が低いんですね。だから、下手なとこっちは黄色使いましょうね。こうやってほら下手がこうくぼんだ感じに見えてきたでしょ。ねえ、こんなとこね、絵を上手に見せる大事なポイントですから参考にしてください。だから日陰の方は日向に比べてもちろん暗く描くんだけど、でも少し寒く感じる色を使うというわけですね。冷たく感じる色を使うということです。じゃあどんな風なのかね、柴崎の絵を見ながらね、こう考えてくださいね。今日はクレヨンを使ってますので、もちろんお子さんもね、参考にしてほしいんですけども、それだけじゃなくてね、例えばお若い方ですね、もうクレヨンをもう終わって学校でね、水彩絵の具とか他の油絵の具とか他の画材を使っている方も、もう一度初心に戻ってね、立体ってのはどうなってるんだろう、どう描いたら立体に見えるんだろう、そういうふうなことのね勉強をもう一度し直す意味で、今日この動画をご覧になってね、クレヨンでやってみたらいかがでしょう。また、お父さんお母さんたちも、お子さんに負けないでね、楽しみながらクレヨンでね、お子さんと競争する意味でもね、より立体的にね見えるようにリンゴをねやってみてください。さあ、強く光当たったり引っかいて、それでこう模様を描いてますよ。面白いでしょこれね。中のほらヘタのここもちょっと引っかいてね、こうやってやってます。ちょっと絵の具こう取ろうかな。そして白をきれいにして、光が強く当たってピカッと光ったあたり、こうですね、これをハイライトと言います。光が当たっていても最も明るくって赤の色が見えなくて白く見える場所ですね。ハイライトというんですね。これを加えただけでずっと立体っぽくなったでしょ。だからどのくらい光の存在がこの立体を表現する上で大切かってことが分かりますね。さあ、ちょっとねこうやってリンゴの模様を加えてますよ。グリーンもやろうかな。
いいでしょ、こうやってやると。ねえ、今日はリンゴですから、リンゴの赤という固有色がしっかりと塗ることができる。で、その赤も日向と日陰では異なった赤にするんだわけですね。日向の方はより暖かく見える明るい赤。日陰の方はそれに比べて暗くって冷たく感じられる赤にするんだ。これが今日のリンゴを立体的に表現するための欠かせない条件です。さあ、ねえ、絵をもっと上手になりたいと思ってるあなた、このところね、今日柴崎とっても大事な話をしてますよ。ねえ、もうシンプルな、なんだリンゴなんだかなんかって思わないで、リンゴだからこそあなたの絵がね、どのくらい実際に描く力が今あなた自身にあるのかということがね、見えてくるね、実にこう指標となるねモチーフでもあるんですね。ですからね、ぜひぜひ挑戦してみてください。もう柴崎もね、生徒さんにはやっぱり絵の基礎というものをですね、そのためにはこのように形や色が分かりやすい野菜や果物を選んで描くことをね、進めてます。ねえ、もっと複雑で描きたいものってたくさんあるんですけども、でもどんなものを描くにしてもやっぱりこのねシンプルなものがね、ちゃんとそれらしく存在感を持って描ける、その力はとっても大切なんですね。で、今日は扱いやすいねクレヨンですから、どなたでもこれね頑張ってやってみることができると思います。今ここをね少しクレヨン取ってますよ。これはね、床から跳ね返った光だから、本来光が来る方向とは逆の方向ですね。そっちの方がね少しこう明るくなるわけです。これを反射の明るさというんですね。それを今作ってます。ほらどうですか、光が見えてきましたね。そうなんですよ。ね、立体にはこの反射の明るさというものをね、これも大切なんですね。今日は柴崎はリンゴを描きながらね、ものをこうリアルに表現するために大事な条件、考え方いくつかね述べています。ね、参考なさって、ぜひね役立ててくださいね。ではヘタを描きましょう。こうですね。はい、ちょっと色を変えますね。はい、結構こだわってるでしょ。そうなんですよ。さあヘタもかけたようですね。どうでしょうかね。こう日向の方にしっかりとこう色を入れてね。さあいいかな。はいね、こう少し光も足しておきましょう。ね、ピカッと光ってますよ。はい、リンゴの出来上がりです。はい、描き上がりました。ね、真っ赤なリンゴです。先日ね、クレヨンで巻き貝を描いてね、動画アップしましたところ、もう少し簡単なものをね、描いてみせてほしいというリクエストがありまして、今日はリンゴにしました。描いてる最中にね、さっきいろいろ話してましたけども、やっぱりこういうね、ベーシックなね、勉強するには、やっぱり形がシンプルで、
色のはっきりしたもの。これをね、モチーフに取り上げるっていうのはとってもね、力を伸ばす上で、いいんですね。あとですね、ちょっと待ちください。よいしょ。このね、ペンテルクレヨンで前回、ここにある、この紐ですね。これについて、柴崎は話したところ、いや、それは違う使い方なんじゃないですかっていうね、ご親切にご指摘いただきました。柴崎も間違うことがあるんでね、そういう時はもう教えていただくと本当に助かります。ありがとう。はい。ということで、今回は、ペンテルクレヨンを使って、真っ赤なリンゴを描いたというわけです。次回もまたね、画材やモチーフを変えて描いてみたいと思います。はい。最後までね、見てくれて本当にありがとう。またお会いしましょう。はい。それではね。